科学的なアプローチで心霊現象を研究する科学者はすごく多いです。で、なぜだろうという話をこれからするわけですね。買ったけどまだ読んでないとかですね。途中でやめた人が多い幽霊をつかめようとした科学者たちです。19世紀の後半のイギリスですね。この本の中の解説になりますけども、19世紀の後半ですね、イギリスではですね、科学と宗教が混乱してました。対立してたんではないんですよ。これがね、科学と宗教が対立してたんだったらわけがわかりやすいわけですよ。迷信の宗教と論理の科学みたいなもんで善悪もはっきりするじゃないですか。そうじゃなくて関係が混乱してたんですね。で、なんでかっていうとですね、もともと科学っていうのは自然の法則を発見することで神の英知を証明すると、神の存在を証明するというようなもんです。だから、メンデルにしても誰にしてもですね、昔の科学者っていうのはですね、牧師さんとかですね、神父さんが多かったんですね。なので、19世紀のですね、イギリスのですね、ケンブリッジとかオックスフォードの自然科学の教授たち、当時サイエンティストという言葉が初めて生まれました。っていうのは、それまではですね、科学をする人とかですね、マンオブサイエンスとかいろんな言われ方したんですけども、アートをする人間がアーティストだから、俺たちサイエンスするんだからサイエンティストじゃねえかっていう風に言われてですね、サイエンティスト、科学者っていう人種と、あと職業が初めて生まれた時代でもあったんです。こういう時代のですね、ケンブリッジとかオックスフォードの一流の大学のですね、大学教授はですね、全員英国国教会、イギリス独自の宗教なんですけど、英国国教会の聖職者でもあったんです。つまり神父さんクラスの、司教クラスの人だったんですね。これすごい時代ですね。大学の教授イコール聖職者であった時代だったんですけども、なので、神の存在を疑うなどもう問題外なんですよ。マジな話。だから、1859年ですね、19世紀の半ばぐらい、チャールズ・ダーウィンのですね、種の起源、ダーウィニズム、進化論が出てきた時にですね、大混乱になりました。まず、そのダーウィン自体が大学教授の職っていうのを本当にかけて出版したものですね。それを引用することとか、あれはもう本当に誰が読んでもそれを認めざるを得ないものすごい膨大な証拠と証明で書かれたので、当時のイギリスの科学界はダーウィンの進化論を否定することすらできなかったんですね。できることは無視するか、もしくはちょっと引用するんです。有名な科学者というか教授になればなるほど自分の名前を匿名という条件にして、いや、匿名なんだけど、あれはこういうふうに使えるよとか、この部分の証明にもなってすごくいいっていうようなことを言ってて、未だに名前、その当時の大学教授とか科学者ですね、ダーウィンの進化論を引用とか支持した人が誰かわかんない人もいるっていうぐらいですね、みんな進化論、ダーウィンのその論文に関してはすごい扱いが慎重というか逃げ腰になってたんですね。実は人間の祖先は猿っていうのはダーウィンは書いてないんですよ。ダーウィンも大学の教授ですから、それがどんなに危険なことか分かってるんですね。ただ、種の起源では書いたあらゆる生物は進化する。そして、生き残った生物が適者生存法則ですね。が、さらに次の子孫を残すという、この原則は科学者として曲げられないんですけども、人間は猿から進化したいということは、一行も本当に書いてないんです。ところが当時の科学者たちはですね、いろんな世界各国の国で見つかった類人猿たち、オランウータンとかですね、チンパンジーとかそういうのをいっぱい資料を持ってるから、もう当時の科学者は誰が読んでも、人間の祖先は猿だって分かったそうなんですね。で、この時に科学者はみんな黙ってりゃよかったんですよ。そうすりゃ、実は混乱はなかったんですけどもですね、科学者たちはみんな気がついちゃったんでですね、シン・ゴジラを見た時の評論家と同じですね。みんな言わずにいられないんですね。ということは人間の祖先は猿かとか、ダーウィンは人間の祖先を猿だと言ってるぞ、けしからんって言いながら、それは書いてないんですよ。書いてないんだけど、分かっちゃったからみんなでガンガン書いてしまったもんで、人類の祖先は猿っていうのが一般の人にもバレるような事態になっちゃったんですね。で、人間がですね、獣から進化したなら、人間だけが神に作られたというですね、倫理の根拠が薄れる、なくなっちゃうんですね。倫理の根拠というのは変ですけども、人間はなぜ善なのかとかですね、人間はなぜ自分の欲望を捨てて功利主義と違う方向ですよね。そうでなくて、利他的な行動、他者にとって良い行動ができるのか、道徳的な行動ができるのかという、それら全ての根拠をですね、今のような社会科学とかがないのでですね、神に作られた特別な存在、だから獣と違うんだという説明でやっていたですね、宗教観が全部崩れちゃったんですね。で、そこでですね、ダーウィンに反論した人が現れます。で、ダーウィンに反論した人は意外にもですね、種の起源というダーウィンの論文の共著者です。種の起源は、著者が2人いて、1人がチャールズ・ダーウィンです。この人がもうほとんど書いたんです。しかし、ダーウィンは、実は自分が書いたものにビビりまくって、もうこれ俺書いただけで満足だから発表しなくていいわって思ってたんですね。でも不安だからいろんな人に見せてチェック頼んだんですよ。で、読んだ人は、
科学者ですよ。みんな、うわーこれその通りだわ発表すんのっていう風に言ってですね、みんなで、うわーで、いろんな人に見せて、で、その度にちょっとした反論を加えられて、ダーウィンは、どんどん論文の完成度を上げていった。論文の完成度は上がっていくんだけど、発表の見込みがないという時にですね、アルフレッド・ウォレスという男に会います。アルフレッド・ウォレスも科学者でですね、ダーウィンと同じように世界中を旅をしてて、ほぼ同じようなことを考えてたんですね。でも、種の起源のようなまとまった論文としては書いてなかったし、すごい衝撃的だった。で、ウォレスは、ものすごいショック受けると同時にですね、種の起源で書いてある生物が進化する。そしてそれは自然淘汰であって、ランダムな進化であるというふうなことを受け入れてですね、で、自分の論文にちょっとずつ引用を始めたんですね。で、これを見てチャールズ・ダーウィンはビビってですね、ちょっと待ってよ、このままだったら進化論はウォレスが言い出したということになってしまうと、いかんパクられるということですね。ダーウィンはですね、よし、俺発表するって言ったんです。そしたらウォレスが、ちょっと待ってよ、もうすでに俺こんなに関係論文を発表してるんだから、協調ということにしてくれない。じゃあ、わかった。じゃあ、ダーウィンが、俺9、お前1ね、というふうなことで、まあ大体配分こんな具合で納得して、共著者として、アルフレッド・ウォレスがですね、共著者として、種の起源を発表しました。ウォレスはですね、進化論をですね、肯定しながらも、まあもちろん自分の著作ですからね、自分の論文でもあるわけです。肯定しながらも、人間の脳は進化でできたというふうに言い切れないというふうに言ったんですね。ここでですね、神様っていうものの概念をうまく刷り込んできたんです。人間の進化論はその通りだと。生物は全部他の他の生物、劣った生物から徐々に進化して今の形になったと。しかし人間の脳だけは途中段階のものが一切見つかってないではないか。もし人間の脳が進化の産物だと言うんだったら、その途中段階、これ未だにミッシングリンク問題というふうに言われています。人類はいきなりほぼ現在の人類の知性ですね。それはなんか現在のホモサピエンスであれ、その前のオーストラルピテクスであれ、なんであれですね、クロマニオン人であれ、いきなりその段階にポンと来ちゃったんであって、中間段階が見つかってないのは本当なんですよ。でも、それもですね、恐竜からですね、鳥に始祖鳥という中間段階がちょっとあるだけで一気にあったように、今になって現代科学で考えればですね、ほとんど獣から人類へという知能進化はありえない話っていうのはわからないでもないんですけども、ところが19世紀の半ばのですね、イギリスではですね、確かにウォレスの言う、一気に人間の脳に進化したっていうんだったら途中段階見つかってないの変じゃないのというのは、それなりに信じられたんですね。なのでウォレスはですね、ここにですね、神の存在というのがあるというふうに言ってですね、それ以降ですね、アルフレッド・ウォレスというですね、ダーウィンの種の起源の共著者自身が心霊研究にのめり込んでしまうんですね。というのは、ウォレスはですね、ダーウィンと同様に19世紀の半ばぐらいに世界中を旅したんです。ダーウィンが生物学的なものを探していろんな生物を見たのに対してですね、ウォレスはですね、社会学的に未開の部族をものすごい取材したんですね。当時のですね、19世紀の半ばのロンドンはめちゃくちゃ荒廃してたんですよ。まず暴力事件が多いし、殺人事件が多いし、本当に道徳は乱れに乱れてると。ウォレスは世界中の未開部族を取材しながらも、科学が発達した文明の頂点、いわゆる世界の本当に文明の中心地のロンドンですらああなんだから、未開部族はもっとひどいだろうと、もっと迷信で、お互い共食いしちゃってひどいところだろうと思ったらですね、世界中でロンドンよりひどいとかなかったそうです。とにかくどこの部族もそれぞれの誇りがあってですね、案外清潔でですね、で、お互い殺すような真似はあんまりしてなくてっていうのを見たんですね。未開人の社会の方が文明的かもしれないというふうにウォレスは考えました。その結果、科学は信仰を損なう。科学というものの存在は信仰をぐらつかせる、ダメにすると言った方がいいですね。ダメにする恐れがあるというふうに結論しました。倫理観や道徳観っていうのはですね、イコール宗教っていうのはですね、そういうものを持たない科学者は文明を大敗させる、衰退させるというふうに言ったんですね。進化論的にこれがどういうふうに合致するのかというのを置いといてですね、進化論をこのウォレスの主張によってですね、進化論を受け入れるイコール科学者は道徳的、宗教的になれっていうメッセージを認めることになるんですよ。科学者にとって進化論を受け入れるということは、科学者は道徳的、宗教的にならねば文明が大敗するんだ。だから道徳的、宗教的になれっていうことを言われると。逆に進化論を受け入れない以降は、イコール科学を見放して宗教に走るということなんですね。つまり、どっちにしてもですね、宗教を受け入れるしかないという奇妙なねじれ現象が19世紀半ばのイギリスにありました。多分これってですね、戦後日本のですね、民主主義をどう受け入れるか、アメリカとの安保条約をどういうふうに受け入れるか、核の傘っていうのの中に入りながら、核兵器廃絶
絶を願い、同時に非核三原則を貫き、自分たちの兵隊を持たないといい、自衛隊も持ち、原子力発電を始めるっていうですね、日本の中で多分ね、100年後、200年後の日本人から見ても、その時代の日本人何言ってるか分かんないと思うんですね。明らかに論理のねじれ、思考のねじれが起こってると。でもその思考のねじれっていうのは歴史的文脈を見たら、ああ、そりゃそうだよと。だって広島と長崎に原爆落とされて、でも日本はその後発展して、で、米軍の核の傘に入ることが最も合理的な行動で、でもそれでも独自でやった方がいいと思うからこそっていう、いろんな文脈の流れに日本人の判断っていうの今があるわけです。だからイギリスの科学界も同じですね。進化論が出てきた、科学者はショック受けた、いろんな混乱の末進化論を受け入れたっていうのは、150年経った今の僕らだから言えることで、当時のイギリス人は歴史的な文脈を通ってみると、心霊現象とか心霊研究に行かざるを得ない状態になってたんですね。特にイギリスの科学界は。というねじれ現象ですね。進化論を受け入れた人も受け入れない人も全員、じゃあ、宗教をもっと大事にしましょうかっていうですね、奇妙なねじれ現象が発生してしまったと。さて、そういうですね、心霊現象を今度は科学者たちが、研究するようになりました。で、科学者だからですね、当然実験するんですね。ということで、19世紀後半のイギリスではですね、心霊現象の科学実験イコール降霊術っていうやつですね。部屋に集まってみんなで手をつないで、今何々の霊が降りてきましたっていう、あれですね、それをですね、大ブームになったんですよ。で、どれぐらいブームになったのかっていうとですね、チャールズ・ダーウィンにはですね、お兄さんがいて、実の兄のエラズマス・ダーウィンってやつです。これがですね、多分イギリスで一番ハマったやつなんです。で、ダーウィンものすごい困ってと、実の兄ちゃんがめっちゃ降霊術にハマって、もうイギリスで一番有名で、俺の弟ダーウィンはっていうふうな引用までするんですね。で、ダーウィンあまりにお兄さんにですね、説得されてですね、思わず心霊研究にのめり込みかけたこともあるんですよ。っていうのはですね、ダーウィンは幼い娘がいたんですけども、すごいちっちゃい頃に死んじゃってですね、神の世界、天国に行けばもう一回会えるっていうのを本当に心の支えにしてたんですね。世界中旅行してる時にですね、奥さんも死んじゃったんですけど、この奥さんも天国でもう一回会えるってことを心の支えにしたんですけども、自分が発表した死の起源っていうのを正しければ正しいほど、神はこの世の中にいないし、天国もないし、もう娘や嫁さんに二度と会えないんだっていうふうなことも証明されてしまうんです。ダーウィンすごく悩んだそうなんですけども、降霊術にですね、もう本当に参加するというふうに言いかけてですね、その日病気だというふうに嘘を言ってドタキャンしてですね、なんとか難を逃れてダーウィンはそっちの方に行かなかったんですけど、今ちょっとコメントに出た通り、コナンドイルですね、シャーロック・ホームズの作家のコナンドイルとか降霊術にめちゃハマってしまって人生の後半を棒に振ったというか、多分その19世紀後半のイギリスの科学者たちで棒に振ったということもないんですけども、心霊研究やった人がすごく多いんですね。で、この高齢化ブームの結果ですね、科学者の心霊肯定っていうのはですね、同時に言えば科学者の良心の証明になったんですよ。さっきも言った通り、科学が発達すれば、技術が発達すればするほど、ロンドンという街は世界で一番住み心地が悪いところになってしまった。そんな場所にしたのは何なのかというと、技術や科学の発展だと。でも科学者自身が自分には良心があるっていうのを証明するために、ここはもう日本と同じですよね。つまり言論人が自分に良心があるのを証明するために安保に反対したりですね、武力に反対したりする。多分それと似たようなことがあったんじゃないのかな。科学者であればあるほど、過剰に宗教を大事にしている、心霊を信じるようなことを言わなければ生きていけないっていうのは変ですけど、多分言論的に強制されてるんではなくて、そうではなきゃ俺ダメだよっていうような、なんか自戒の念もあったと思います。というわけで、オカルト研究というのはですね、当時のイギリスでですね、知識人の常識、一般常識というかですね、必須知識として成立してしまいました。エクトプラズムという言葉を発明したのもですね、ノーベル医学賞と生理学賞を受賞したですね、シャルル・リシェというぐらいですね、当時の科学者にとっては本当にオカルト研究、心霊研究というのがですね、最先端であると同時に魂の問題でもあったんですね。で、そういう研究者たちが説明の中で使ったのがですね、霊はイオン化しているとかですね、あとポルターガイスト現象が起こる家ではですね、空気が帯電してですね、イオン化が見られるというような説明をよく使ったと。なので、ゴーストバスターズのプロトンパックはですね、容姿でですね、ゴーストをつかめるという理屈になっていくんですよ。全部この19世紀半ばから末のですね、イギリス科学界の混乱っていうのがですね、なんとか霊とかですね、心霊現象というのを科学的な用語で説明しようとして、その中で出てきた最新鋭の電磁気学ですね。というものと関連づけたら、本当を言えば霊が出てきたりですね、物が動いたりするのはエネルギーが必要じゃないですか。でもそのエネルギーっていうのを
エネルギー不変則がある科学者たちは何もないところからエネルギーが出てきたとは言えない。じゃあどうなるのかというと、今はまだよくわからないプラズマであったりですね、電磁気学的なもので動いたんではないのかというような仮説に走っていくしかなかったんですね。こういうのがあるのですね、未だにですね、オカルト番組とかでですね、科学者たちみたいな人が出てきてですね、ポルターガイスト現象があるときにビデオカメラと同時に空気のイオン化を測定する装置っていうのを必ず持っていくんですけど、その辺が現在のプロトンパックにつながってるわけですね。